ご視聴ありがとうございます。KK です。今回は実際に書く速度でバラの描き方を紹介したいと思います。外側の輪郭は丸というよりは三角でおにぎりのような形です。中心の部分は下が膨れた楕円形で卵の形をイメージすると良いと思います。それでは下書きを目安に描いていきましょう。筆の幅は各花の大きさによって調節すると良いと思います。まず筆を濡らし、よく水を切ります。そして筆のコーナーに絵の具を取り、よく筆になじませましょう。ここで何回も繰り返し、しっかり筆になじませることが大切だと思います。奥の花びらから描き始めます。この時の自分の気持ちとしては、幅広くしっかりとしたサイドローディングをしたいと思っています。片側が少し薄いので逆方向からサイドローディングしようと思いました。前に描いたラインに合わせながらサイドローディングしているところです。花芯にあたる部分は半円というよりは丸に近い形で描いています。その下の花びらも同じようにぐるっと円に近い半円を描いています。下の花びらはその円を囲むように下のラインの方が大きくなるように筆を動かしています。次の花びらも同じように平筆の下の方が大きく動くように筆を動かしています。できるだけ筆を最後まで持ち上げるように囲むように描いています。巻きつくような花びらは筆の角度を変えずにそのまま上に動かしています。筆に水分がなくなってきたときは水滴を拾い筆の水分調節をしています。この花びらは三角形の輪郭に合わせるようにストロークしましょう。斜め上に広がっているように見えると良いと思います。ストロークしにくい場合は紙の向きを変えてストロークしましょう。次の2枚の花びらはどちらを先に描いても良いのですが、最終的にどちらかが上になっているか分かるようにすると良いと思います。もう少しホワイトの色を強くしたかったのでストロークを重ねているところです。ストロークを始める場所を考えながら、だいたいこの辺かなと思いながらストロークしています。前に描いた花びらのストロークが消えてしまったので少し描き足しました。この花びらは筆を立てながら面積を取らないようにストロークしています。最後の2枚の花びらは中央部分を囲むようにストロークしていきます。サイドローディングの幅があまり広くならないように、筆の接地面が広くならないように気をつけてストロークしましょう。筆の位置を決め、中心を囲むようにストロークします。色を濃くしたかったので上からストロークを重ねています。逆側の花びらも中心部分を囲むように黒いスペースが少なくなるようにストロークしましょう。サイドローディングだけで描いた白いバラの完成です。ここ
からは2倍速になっています。まずは花びらの形を確認していきましょう。一つ一つ花びらの形を確認すると、バラの描き方に新たな発見をすることもあります。このストロークは深く下に下げると良いと思います。この花びらのストロークは中央の線よりも過ぎたところから始まります。この左右の花びらを描くときは筆を強く押し、サイドローディングが幅広くなるようにします。この花びらは接地面を少なくして細くなるようにしています。描きづらい場合は幅の狭い筆に変えても良いと思います。書く順番はその時々で変わるので、これは一つの参考だと思ってください。基本的には奥の花びらから描いていき、だんだん手前の花びらへと移っていきます。ここからは作品の制作過程です。今回は表紙が黒い紙のノートに書きました。説明はテロップで入れています。表紙が完成していく様子をお楽しみください。